が何種類か。副工房の型紙29番ラグラン袖のシンプルトップスを作ってみました。今回は長袖バージョンで作っています。デザイン、ここから下をちょっと生地を変えて変化を持たせて作ってみています。今から、作ってみますので動画を見てください。今回は29番ラグラン袖シンプルトップスの、上身ごろを麻 100% の生地で、前身ごろのこの下の部分の身、これは、タケミクロスさんの表がパイルのリネンで裏側にコットンを使っているベルベット生地なんですけど、これを使って2種類の生地を使って裁断をしていきたいと思います。ちなみにこの麻は112センチ幅の、これもタケミクロスさんヨーロッパ産リネンの60番紙 TL6000 という品番の麻を使っています。一応これは見本帳が、取り寄せたものがあるんですけど、パイル地ベルベット地と合う色合いが何種類かあるので、こういうのを組み合わせて、裁断をしていってもいいですし、あと無地と銀ガムチェックを上下合わせて使ってもいいですし、面の生地に面の細畝コーデュロイなんかを使って、2色を配色で使ったりしても素敵なトップスができると思います。それでは裁断をしていきます。今回使う生地は差し込みといって、上下を上向きとかじゃなくて上向き下向き両方使える生地なので、差し込みで裁断をしようと思います。見返しは粗立ちにして接着芯を貼ってから裁断をします。ベルベットなので逆毛裁断をしていきます。ちょうど歯切れがあったので、ちょっと本当に歯切れなんですけども、これを使って裁断をしようと思います。
接着芯を裁断します。接着芯を貼ってきたので裁断をしていきます。ポケット口に接着芯を貼ります。裾をアイロンで折ります。前裾と同じように後ろ裾と袖口もアイロンで折りました。袖の肩ダーツを縫います。ダーツ先は長く伸ばして結びます。この糸端は針でダーツの中に入れてください。後ろ中心のボックスタックを縫います。チャコペン等で縫うところを書いておくと良いです。肩のダーツを後ろ側に倒します。次に後ろのボックスタックを潰すようにしてアイロンをかけます。折り目のある後ろ中心が縫い目と合うように合わせてください。ボックスタックを5ミリで縫います。ポケット部分の切り替えを縫っていきます。縫う位置をチャコで印をしておくと合わせやすいです。ポケット口の合い印同士を合わせてポ
ケット周りも合わせます。ポケット部分を縫います。脇側から縫うと、縫いやすいです。ポケット口でカクッと縫います。ポケット周りにロックミシンをかけました。これで縫い代を下側に倒します。下側に倒したら、だいたいこのしつけの位置とこの縫った位置が合うように合わせます。これはちょっと厚紙で出来上がりのポケット口を写したものなんですが、こういう紙に写しておいて、このポケットのステッチをチャコ等でこう書いておくと良いです。きれいにステッチがかかります。この位置が書けたらしつけは取っても良いです。ずれないように待ち針を打っておきます。これでミシンでポケット周りを縫っていきます。ポケット周りのステッチをかけます。前後のラグラン線を縫います。ラグラン線にロックミシンをかけてきました。これで袖側に向かってアイロンをかけていきます。
グラン線を袖側に倒したら 1mm でステッチをかけていきます。脇と袖下を合わせて縫います。脇から袖下を縫います。脇から袖下にロックミシンをかけてきたので、縫い代を後ろに倒します。袖口の折り端にステッチをかけます。見返しの肩を縫います。見返しの肩の縫い代を割ったら、見返し端 5mm のところを粗い縫い目で縫います。最初と最後は10センチぐらい長くして糸を切ってください。見返し周りを1センチで折ります。1センチで折るのに2センチに印をつけといて、布端を2センチに合わせて折っていきます。粗く縫った目を絞りながら1センチで折っていきます。絞らずに折るとこう余ってきてしまうので、必ず上糸のみ絞ってください。前見返しも1センチで折っていきます。
前見返しと襟ぐり見返しを合わせます。見返し端を縫います。見返しを中表で身ごろと縫い合わせたので、縫い代をカットしてから裏を1ミリ控えてアイロンをかけていきます。見返し側ではなく表側に向かって縫い目が1ミリ見えるようにアイロンをかけてきました。こうすることによって裏を1ミリきれいに控えてアイロンをかけることができます。見返し端にステッチをかけていきます。裾の縫い代をきれいにつれがないように中に入れてからステッチをかけていきます。まず捨て縫いをしておきます。
襟ぐり見返しの端も前見返しの中にきれいに沿わせて入れておきます。襟ぐり見返しの端を縫います。裾の三つ折り端を縫います。ボタンホールを開けます。完成しました。長袖なのでこれからの季節このまま着てもいいですし、ちょっと袖口を折ったりして羽織物として使っても良いと思います。この下の部分だけ配色で、あとはこの布で作っています。こういう使い方もとっても素敵なので、皆さんも作ってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。